今日のテーマは上まぶたのたるみですね。ここの部分がだんだんとこう下がってくるんですよね。年齢とともに。それを気にされる方がとても多いんですけれども、これどうやったら改善できると思いますか？他の部分はね、こう筋肉を鍛えて引き締めたりね、ふっくらさせたりということもできるんですけれども、ここってちょっと難しいですよね。そして意外と気づいてないのが、実はこのおでこが下がってきてるんですよ。おでこがこう下がることによって圧迫されて、ここにね、ダブつきが出て、上まぶたがたるんでくる。今までパッチリ二重だった人も奥二重みたいになって、最後は一まぶたみたいになるとかね。じゃあどうしたらいいかということなんです。実はこのおでこの前頭筋っていう筋肉がこうあるんですね。これが下がってくるんですよ。もう一つ原因があって、それは実は頭皮、顔と頭部っていうのは一枚の皮で繋がってるんですよね。で、それが頭皮がこう下がってくると顔に雪崩のように押し寄せてくると、おでこも一緒に落ちて、それで上まぶたがこうたるんでくる。じゃあどうしたらいいか。ここを鍛えると実はここに後頭筋っていうのがあって、その筋肉も一緒に鍛えられて、それで頭皮をぐっと引き締めるんです。前頭筋を鍛える方法は一つしかありません。私の中で。いろんなね、研究もしたんですけれども、やはりここを鍛えるのは、この眉毛の上げ下げしかないんです。この眉毛の上げ下げをするとき、ぐっと上げると、ちょっとこう、シワシワって、シワが深くならなくても、なんかこう、引っ込む部分ってありますよね。これはね、実は定着するシワ。顔ダンスで、いろんなとこにこう、顔を動かしたときに、シワができても、それは気にしなくて大丈夫ですよってお伝えしてるんですけども、このおでこのシワに関しては、定着するシワなんです。なので、そのシワの部分に指を置いて、それを防ぎながらトレーニングをすることで、シワを作らずにおでこの筋肉を鍛えることができるんですね。おでこの筋肉を鍛えると少し上に上がるんです。アップするんです。後頭筋も鍛えられるので、この頭皮をぐーっと引き締めてくれるので、少しこの部分が上がる。ということは上まぶたもスッキリするんですよね。鏡をまず見てください。そして今のまぶたの状態を確認してください。目の感じがどう変わるか一緒にやってみましょうね。おでこのシワに指を置く。置く位置はちょっと上げて、シワができたところに置きましょう。はい。しっかりカバーしてくださいね。シワがたくさんありますっていう人はこれでもいいですよ。はい。じゃあ指を置いて、はい。上げて、眉毛を上げて、はい。上げて、上げる。上げて、下げる。これね、毎日やってないとね、多分久しぶりの方はね、動かないと思います。必ず毎日動かしてくださいね。はい、上げて。できる方はですね、もう上げたんですけども、そこで諦めないでもっとぐーっと顔のたるみを頭部に戻すようなイメージ、そのイメージをしながらぐーっとスライドさせるようなイメージで眉毛をぐーっと上げてください。で、この時にこの辺は気張らないようにね、力入れないように。で、余裕のある方はちょっと口角上げつつ。で、まだおでこの筋肉も頼りないなって感じの方は、ここはリラックス。イメージ的には上まぶただけではなく顔全体をぐーっと上方向に上げるつもりでぐっと。じゃあコツがつかめたところで曲を今日は使っていきますよ。はい、指を置いて。はい、その状態で。はい。3分20秒あります。上げて。上げて。下ろす。上げて。下ろす。上げて。上げて。上げて、上げて、上げて、下ろす。ちょっと早く。上げて、下ろす。1、2、1、2。楽しい気持ちで。1、2、1、2、1、2。前頭筋を鍛えてくれ。鍛えておいてほしいですね。鍛えられてくれですね。前頭筋頑張って。そんな思いでやってくださいね。表情筋とお友達になりましょう。上げて、下ろす。上げて、下ろす。1、2。楽しいね。楽しいねって感じで。はい。上げて、上げて、上げて、下ろす。1、2、1、2、1、2、1。余裕のある方は、もっと力を入れて、ぐっと押し込む。ぐっと押し込む。頭部に戻す。顔のたるみを頭部に戻す。頭部に戻す。上まぶたのたるみもぐっと引き上げる。1、2、1、2、1、2。前頭筋を上がってくれって感じで頑張ってください。1、2、1、2。上げて、下ろす。上げて、下ろす。1、2、1、2。もうちょっと行きましょう。あと半分。1、2、1、2、1、2。上げて、下ろす。上げて、下ろす。すごいですね。皆さん、ハートを押していただいて。余裕がありますね。ウェーブもくださって。ありがとうございます。1、2、上げて、下ろす。楽しいですか？はい。1、2、1、2、1、
もっといくかな。もっと力入れて。もっと、ぐっと入れ込む。ぐっと入れ込む。頑張って。頑張って。1、1、1、1、もうちょっとですよ。上げて、下ろす。上げて、下ろす。上げて、下ろす。ちょっとコツがつかめない方はゆっくりですよ。上げて、下ろす。これぐらいですよ。上げて。これでも十分ですよ。上げて、下ろす。余裕のある方は早くいこう。1、2、1、2。余裕のある方は口角も上げて。はい、口角上げて、ニコッと笑ったまま。余裕のある方だけね、これをするのはね。初心者さんはこれをやると難しいです。はい。上げて、下ろす。上げて、下ろす。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2。上げて。もっと上がる。もっと上がる。1、2、1、2、1、2。上げて、下ろす。さあ、どれぐらい目がパッチリするか楽しみにしておいてくださいよ。1、2。あ、もう終わり。もうすぐ終わります。1、2、1、2、1。はい。鏡見てください。目が開いてないですか？どうですか？開きが良くなって、なんとなく視界がこうパッと明るくなるような感じしますか？これもね、この間ね、パペピプペポパポをやったと思うんですけども、パペピプペポパポと同じぐらい即効性があります。あ、後頭部が痛いです。はい。後頭部が痛いのはいい兆候です。もうこっちとこっちをセットで鍛えれてると思ってくださいね。そして頭部も一緒にぐっとこう引き締める効果がありますからね。すごいですよね。表情筋トレーニングでね、やっぱりよく聞かれるのが、まずシワが気になるっていうことですね。シワが気になるっていうのと、もう一つは、やはりこのどれぐらいで効果出ますかっていうのがありますね。やはりですね、筋肉は少しずつ鍛えられていくんですよね。体は割とね、速攻的に鍛えられるっていうか、側筋。で、顔はどちらかというと自筋。しかも表情筋っていうのは、非筋って言って皮の筋肉とも書くんですね。もう本当に薄い。ですので、少しずつ毎日鍛えられることによって、しっかりとしてくるんですよね。顔の筋肉が、その薄いですけれども、よくね、言われるのが、体の筋肉と同じように少し休んだ方がいいですかってけど、顔の筋肉においてはそれは必要ないです。少しずつ毎日コンスタントに鍛えていくのがいいということですね。シワに関してはですね、この眉毛を上げた時のシワ、このシワは必ず防ぐように必ず指を置きます。もともとおでこのシワが多いので、ちょっとこれが怖いっていうんですね。ではですね、少しイメージ的に少しこのシワを開きつつ指を置いてみてください。そのシワはそのままにしとくと、おそらくかなりもう神秘までグッと入り込んでしまうシワかもしれないんですね。多いっていうのは。グッと入り込んでいくと、もう表情を作る時もそれが常にこう入り込むような状態なので、一回は必ず伸ばしていく方がいいので、本当にそのシワがあったらこうしっかりと指をもう入れ込むような感じでやって、前頭筋を鍛えましょう。顔の表情筋トレーニングする時の他の部分のシワは定着しないってよく私できても言ってますけれども、これに関してはできるのでこの置いてくださいね。それとどれぐらいで効果が出るか、もう基本的には3ヶ月。筋肉の生まれ変わりは約3ヶ月と言われてますので、基本的には3ヶ月って思ってくださいね。でも早い方はね、割とね、普段の生活で表情筋をよく使う方、すごく表情豊かな方って言いますよね。よく笑ったり、わーっと笑ったりとかね。そういう方は早いです。もう2週間ぐらいで肌ツヤが良くなったとか、まずなんとなくこう張り感っていうんですかね。ちょっと弾力で触った時にコシがあるっていうのかな。皮が硬くなってきますよね。その感じが早い方だったら2週間。弾力とした感じぐらいにまでにやっぱり3ヶ月ぐらいかかるんですけども、なんとなく若返るとか引き締まるとかいうのは感じてくると思います。ではですね、これをやったんですけども、もう一つ目の表情を良くするので、ウィンク。これをちょっと今日一緒に行きましょう。軽く下を噛んで、ウィンク。ウィンク。前頭筋のトレーニングはここを鍛えたんですね。上まぶたのたるみとして。それプラス目をパッチリさせててもこう下がってたらあんまり若く見えないので、ここが引き上がったんだらちょっとここも上げたいですよね。なので、ここを上げて前頭筋が上がって上のまぶたがちょっと引き上がったところにウィンクをします。そうすると眼輪筋のこの部分が鍛えられてさらに目尻も上がると。顔はデザインできますから、自分の思い通りになります。1ミリ少しそこがふっくらしただけで顔ってすごい変わるんですよ。意識してちょっとこう張りを持たせるとその時にギュッと上がる。それがウィンク。で、この時にギュッとしなくていいです。で、この時にすごくシワが気になる方は、今乾燥する時期でシワが気になるわっていう方はこう押さえてください。シワを防ぎながら、はい、ウィンク、ウィンク。こうすると皮膚が食い込まないです。1、2、1、2。赤ちゃんのようにね、全くシワがなくて、パーンと張りのある額にはやっぱりならないです。
このトレーニングしたところで。で、何がじゃあどう変わるのかっていうと、パッと見てシワシワしてない額になるんですね。筋肉に厚みが出てくると、この上の皮膚も上に持ち上げるんですね。そうすると細かい脂肪が少し伸びる。で、伸びると同時に張りが出るので、光が当たった時に、ここがこうピカッとこう光を出るんですね。そういう感じになって若返って見えるんですよね。額ってやっぱりね、日々の生活、眉毛をこう上げたりよくするので、細かいシワはどうしても入りますよね。私も大きいシワはないです。子供の頃からどちらかというと3本、猿シワがあったんです。3本の。眉毛を上げる癖があったんです。何でもすぐにこうね。今その癖がね、このトレーニングでなくなったんですよ。なので、これは自信を持ってお勧めしてます。顔ダンスすべてですけれども、実体験でこうやったら若返ったっていうノウハウをね、今お伝えしてるわけなんですね。これはいろんな、方にお伝えしたり、インストラクターが実践したりして、ここは確かに変わります。変わると同時に、目がみんな大きくなってます。眼瞼下垂の方はですね、この辺りの細かい小さな筋肉に異常があったりするので、その本当に病的な眼瞼下垂症は眼科に行ってね、ちゃんと治療してもらった方がいいんですけども、顔のたるみによって上まぶたがこう下がってきた分だったら、これでかなり改善しますからね。開きが良くなります。ウインクとこの額のトレーニングを取り混ぜていきますか？どのタイミングでウインクするかとかね、私お伝えしますんで、あーって思わないでくださいね。一緒に合わせていきましょう。気まぐれでやりますけど、私も。はい、行きましょう。まずおでこから。目パッチリしましたよね。ね。はい。はい、午後からはこれでパッチリお目目でお仕事できますね。はい、上げて、上げて。まずはゆっくりから行きましょう。上げて、下ろす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 。はい、じゃあ早く行きましょう。1、2、1、2、上げて、下ろす。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 上げて、上げて、下ろす。上げて、下ろす。じゃあ、ウインク行きましょう、ここから。ウインク、ウインク。軽く下を噛んで、顔の下半分の力を抜いて。ウインク、ウインク。これはね、ウインクの時は下まぶたで、ウインクじゃなくて、普通のウインクでいいです。普段の目を閉じた感じでいいですよ。ウインク、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 ウインク。ウィンク、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 繰り返して。今なんかね、体がスリムで、スタイルが良いのは何かされていますか？全部真似したいです。体ですか？じゃあ皆さんちょっとこれトレーニングの後でそれはね、お伝えします。この前もちょっと言ったんですけどね、朝ウォーキングがめちゃくちゃ効いてます。今日も歩いてきましたよ。はい、ちょっとおでこ行きましょう。はい。上げて、下ろす。ちょっと疲れました。疲れたら休んでくださいね。もうだいぶやってますから。他のとこはやりたくなったでしょう。またそれ次に行きましょうか。今日はね、上まぶたのために。もうこれ絶対やってください。上まぶたの、これ100回ね。100回やってください、普段は。はい。ウインクの時口角ちょっと上がります、私も。そこは気にしなくていいです。軽く下を噛んで、基本的には顔の下半分の力を抜きつつやれば大丈夫です。ウィンやっぱりちょっと上がりますよね、こうするときね。上げて。眉間に、目頭にシワが入ります、ウインクの時。ちょっとこうやってウインクするかもしれないね。ここは力抜いて。周引きが力抜いたままウインクですよ。目を凝らさないように。はい。はい、お疲れでした。はい。はい、眉間のシワも取れますか？このトレーニング、どっちかっていうと、この前頭筋のトレーニングで眉間のシワが伸びるんです。やってみたらわかりますよね。グッと上げたら、ここの日本シワがグッとストレッチされますよね。
このトレーニングでかなりここの眉間のシワも改善しますし、もう一つね、眉間のシワの原因ってね、寝てる時もあるんですよ。おそらく今眉間のシワが気になる方って多分寝てる間にぐーっとね、疲れてる時なんか特にね、なりやすいんじゃないかと思うので、寝る時にはここに何かテープをね、貼って、クラウニーズかリンクルブロッカー、はい、おすすめしております。で、さっきね、体のことを言っていただいて、確かに私はあんまり太ったりとかないし、ちょっとお腹もぺっちゃんこなんですけど、このお腹が出てこないのは、中学校、高校と吹奏楽でクラリネットをしてて、それで、かなり腹筋鍛えたんですね。で、前にもちょっとね、YouTube で下腹を引っ込めるっていうようなね、動画もアップして、それをちょっとご紹介してますけれども、もう本当にその時絞り上げたんです、私。いい音を出すために。なので、その影響で、ほぼお腹には脂肪がついてないと思います。はい、通常でもやはり起き上がり腹筋っていうのですかね。それはやっぱりしてます。ポイントでしっかりとくびれを作るってすごい大事で、例えば上半身だったらダンベルを使うとか、ヒップはスクワットをするとか、ちょっと体もこだわってます。顔だけしっかり筋肉があるのに、体はなんか筋肉が痩せたくないんですよね。私って顔ってマッチョなんですね。もりもりにはしてないです。顔ダンスは顔がね、マッチョにならないんです。もりもりのいかにもあの人筋肉鍛えてるねっていう顔にはならないんですね。そこがちょっといいとこかなと思うんですけど、でも基本的にはこう見ていただいたらわかるように、ぐっとこう力を入れると盛り上がるんですね。なのに体がなんか筋肉が衰えてるっていうような岩なので、ダンベル運動を寝る前はかなりやりますね。スクワットは40回かな。それをしないと寝れないみたいな、結局オタクないんですよね。美容オタクなんですよね。眉間に貼るテープ詳細。はい。まず一つ硬いテープは、フラウニーズ、カタカナでフラウニーズ眉間用で検索してください。フラウニーズってシワ防止テープなんですよ。ちょっと硬いものなんですけど、それを水に出して貼って寝ると、硬いので、寝てる間にこうぐーっと無意識に寄せようとしても、この硬いテープで平らを保ってくれるっていうものになります。で、もう一つは、リンクルブロッカーで検索してください。これは、私のショップで販売してるうちが作ったものなんです、実は。で、それは少し柔らかめなんです。なので、ほうれい線とか目尻のシワにすごくいいんです。柔らかい部分、切って使うんですけども、それがいいです。目がくぼんで二重が入り込まなかったのに、このトレーニングで入り込むようになりました。よかったです。嬉しいね。なんかこういう効果出ましたっていうのが一番嬉しいんです。そして、やっぱり効果が出ないって方ももちろん言われる方います。これをもう1ヶ月、2ヶ月やってるのに全然効果が出ないっていう。基本的に体もそうですけども、こう脂肪がお腹に溜まってビールバラだった人が腹筋すごいして、なのに全然全くビールバラのままってことって絶対ないですよね。何かしら絶対効果が出るんです。顔の筋肉もそうなので、おそらくやっても効果が出ないって方はやり方だと思うんですよね。筋肉の力が分散して中途半端になってる可能性があります。だからここをしっかり鍛えたいっていう部分があったら、とにかくそこに集中することがまず大事ですね。それと、例えば今日は1時間やったけど次の日しないとか、そういうのだと効果が出にくいんです。これはね、10分でもいいから少しずつ毎日細く長く続けていくことで、だんだんと顔が変わってくるというものなんですね。筋トレの話しましたね、さっき。朝の階段上がりが結構効きます。今日はね、7時に出ました。7時に出て20分ぐらい歩いたんかな。坂道上がって、階段上がって戻ってきたんですけども、15分20分を済ませて、朝食前ですね。で、その後軽くストレッチをして半身浴。それをするようになって、ちょっと体重も減りましたね。私はね、実はすごくね、甘いもの好きなんですよ。父親が重度の糖尿病で、私はその遺伝子を受け継いでるので、甘いものはできるだけ食べないようにしたいけど、やはりもう欲求するんですよね。なので、朝と夜は主食を抜いてます。お昼にちょっと好きなものを食べるというね。お昼にどっちかというと炭水化物類がやっぱり食べたくなるんですよね、疲れると。でもそれをお昼に食べて、夜は野菜中心で、6時に食事をするんですよ。夫がね、ぴっちりしたい人なんですよ。6時ご飯だはーみたいな感じなんですね。今ね、夫はもう定年で家にいるんですけど、11時半になったら昼食。お昼はちょっとバラバラなんで、でも夜は一緒に食べようねっていうことで、6時に一緒に食事するんです。そしたらね、30分ぐらいでしょ、食事の時間でせいぜい。7時前ぐらいまでね、40分ぐらいか。そしたら7時から寝るまで絶対一切食べないっていう状態なんです。これが意外と効きました。以前はね、私東京でしばらく滞在してたんですけども、その時は一人暮らしだったんですけどね、やっぱりこう不規則でした。ワイン飲みながら10時11時ぐらいまで食事したりだらだら一人だから。そしたらね、やっぱり次の朝顔もむくんでるし、そんなに食べてないと思ってもなんかこの辺に細かい脂肪がついてたりしたんですけども、今はね、規則的な食事生活をしてるせいか、その時間もぴっちりして、で朝はしっかり食べるんですよ。お味噌汁必ず作って、それに小松菜とかね、人参とかとにかく野菜をたっぷり、必ず味噌を入れます。で、薄味で。で、それと卵料理必ず
ます。その卵には納豆を必ず入れるんですね。時にはちょっとベーコンエッグとか、でもあんまりベーコンとかハムもできるだけ取らないようにはしてますから、卵料理を1品。そして野菜サラダたっぷり。朝野菜と基本タンパク質。夫は必ずそこにご飯。私はご飯は食べないっていう、そういう生活です。今日はちょっと夫のことをいろいろ話してちょっと恥ずかしいんですけど、食生活が大事だということをちょっとお伝えしました。アルコール飲まれますか？アルコールね。私大好きだったんです。ワインがすごく好きで、とにかく一人で暮らししてる時にはなんかずっと飲んでました、毎日。で、それがですね、なぜか体質が変わったのか、ちょっとでも飲むと頭痛がするようになっちゃったんですよ。今から飲んで気持ちよくなりたいって思うのに、今日飲むぞって言うと、ちょっと飲んだら、ちょっと気持ち悪いなっていう感じで、体を受け付けなくなってしまいました。私体質変わりましたよね、なぜか。でも夏の一番暑い時のビールは最高です。それはなんとか350度やったら飲みたいです。でもそれも2日続けてダメです。1ヶ月に1本ならいいんです。持ってきたのかな、肝臓が。野菜は生ですか？生野菜サラダは一つと、お味噌汁に入れるのは、味噌汁に入れるから、火取ってますよね。やっぱりね、野菜はしっかり取った方がいいですね。外食とか、コンビニ系統とかではなかなか野菜取れないです。やっぱり家庭料理がいいなと思います。旦那様のことまで話してもらって嬉しいです。あんまり言いたくないです。はい。ちなみに、夫は私より13歳年上です。ですので、今年76ですね。おじいちゃんなんです。おじいちゃんと一緒に暮らしております。こんなん言ったら怒られますね。頬の豚肉がつきすぎでゴツゴツにならないコツはありますか？頬の豚肉が、ごめんなさい、筋肉がつきすぎてゴツゴツにならないコツは、顔は自分でデザインしてください。いくら私がこれは何回やった方がいいですよとか、もちろんベースのね、やり方というか、基本のやり方をお伝えしてますけども、やっぱりその筋肉の反応がすごくいい人はすごくグッと張りが出たりするんですね。ちょっと今日はゴツゴツしてきたから、このトレーニングは2日に1回にしようとかね、ご自身でカスタマイズある程度したらいいですよ。絶対こうあらないといけないっていうことはないので、これはもうやりすぎるとここがこうなるなとかね、例えばこうした絞り。これいいですよね。これ本当にここスッキリしますけど、これをやってたら仮にここがちょっと痩せすぎたなという方は、これをちょっとしばらくやめようとか、ご自身でそれぞれやってみたらいいかなと思います。夫婦なのに娘さんに間違われるそうで、そう。でもね、主人もね、割と若く見られるので、でも昔私が老けた時にはね、姉さんの女房って言われたことがあるんですよ。これね、13歳年上なのに、私の方が年上に見られたんですよ。30代後半ぐらいの時に。もうすぐショックでしたよ。だからその頃からもう、その時目の下のもたるんで、私のビフォーアフターのね、見たことある方はわかると思うんですけどね、そっからですね、姉さん女房13歳も離れてるのにっていう、なんでね、頑張ったという、それだけの話です。先生のトレーニングの方上げも頑張ってます。はい、これね。じゃあ皆さんこれでさようなら。